信頼第一、なんか新しいアイテムとかトライしたくない。もうとにかく絶対間違いないアイテムっていうのを毎回持っていくようにしていて、皆さんこんばんは、親からです。今日は前に話しておりましたスーツケースの中身美容編となります。なのでスキンケア、ボディケア、コスメ、あとサプリなんかもまとめて紹介していきます。今日スーツケースの中身なんですけど、旅に持っていくぐらい信頼してるっていうことなので、普段から愛用しているアイテムもたくさん入っております。構成としてはまずは機内持ち込みから始まって、コスメで最後にスキンケア、ボディケア、サプリなんかをまとめてドドッと紹介していきます。まずは機内持ち込みから、はい、こちらです。フリーザーバッグにいつも入れてるんですけど、これダメになっちゃったらシリコンのやつに変えようと思ってるんだけど、一向にダメにならないので、ずっと同じフリーザーバッグに入れて飛行機乗っております。これ多分数年ぐらい同じやつを使ってると思うんですけど、飛行機に乗るときはこういうフリーザーバッグに入れなきゃいけないので、こういうのに入れていて、最近は機械が新しくなって入れなくてもいいよとか、いちいち出さなくてもいいよみたいなところとかもあるんですけど、空港によって全然違って毎回判断できないので、私は必ずこういうのに入れるようにしております。何が入ってるかと言いますと、まずはこちら、はい、マスクでございます。やっぱ機内乾燥するので、私は必ずマスクを持って行っておりまして、こういう普通のマスクよりもこの濡れてるこのシートが入ってるやつの方が喉のイガイガ感少ないので、私は必ず飛行機に乗るときにこれを持って行ってます。続きましてがこちら、はい、ハンドサニタイザーでございます。私このハンドサニタイザー大好きなんです。なんで好きかっていうと、すっごい香りがいいから、もう本当にルームスプレーみたいに振りたくなるぐらい好きな香りです。これはミントの香りなんですけど、いつも飛行機には必ずハンドサニタイザーを持って行って、もちろん手の消毒もそうだし、あとは座るところのあたりをきれいにしたりする時も使っております。もうめっちゃ香りがいいので、これ大好きですね。あとこのスリムな感じでありながら、こう容量もしっかりあるので、そういうところもいいなと思っております。続きましてがこちら、はい、ダムダムのミスト化粧水でございます。ハイドレーティングエッセンスってやつなんですけど、やっぱ機内乾燥するので、肌にこうピッピッて機内乗ってる時にやるために何かしら必ず顔のミストは持っていくようにしてます。で、長いフライトの時はシートマスク持ってったりするんですけど、今回バリということで短めのフライトだったので、このミストだけを持っていきました。機内持ち込みの荷物とか、あとはトラベル用のものとかってちっちゃいものがすごい楽だと思うんですけど、ダムダムはね、ミニサイズを結構たくさん出してるので、それもすごいいいなと思っていて、旅だからこそ頼れるアイテムがいいなと思うけど、なんかちっちゃいやつ探そうと思ったらちょっと適当になっちゃったりとかもするかもしれないんですけど、私はこのダムダムのミニシリーズとっても助かっております。続きましてがこちら、はい、リップクリームです。これがエフェオーガニックのリップバターバームブロッサムピンクっていうやつで、色はねほんのりついてます。これはもうちょっとサラッとした緩めの感じのテクスチャーで、リップがすっごい保湿される感じがあって、すっごく好きです。カッサカサになったリップとかも復活させてくれるすごくいいリップバームでございます。で、リップつながりでこちら、はい、最近一番好きなリップなんですけど、これまゆみさんがプロデュースしているブランドのもので、色がめっちゃ可愛いの。ちょっと透け感がある色味なんですけど、重ねるとしっかり色出てくれながら、さらっと塗るとこういう感じのちょっとジューシーな感じで、うるうるっとした仕上がり、つけ心地もいいし、色味もすごい可愛くて、最近はもっぱらこのリップを愛用しております。次がこちら、はい、めっちゃ年季が入ってる感じなんですけど、ナリンのオイルでございます。ロールオンのやつ、みんな大好きで、これは頭が痛い時とかに塗ったりもしてるんですけど、機内乗る時に重たいな体がとか、頭がちょっとなんかモヤモヤするとか、そういう時にこのオイルを塗るようにしています。で、これは機内持ち込みのためだけじゃなくて、旅先でちょっと頭が痛くなった時とか、こう首肩凝ってきちゃったなっていう時とかにすっきりするように、私はこれを持ってます。もうこれは説明いらずぐらいの人気のアイテムだと思うんですけど、もうずっと切らさず愛用しているアイテムです。次もロールオンです。はい、こちらニールズヤードのロールオンなんですけど、これすっごいいい香りなの。これがね、ウィメンズバランスっていう香りで、ちょっと女性が不安になった時のための香りみたいな感じの香りなんですけど、女性に嬉しい精油がたっぷり入っていて、すっごいいい香りです。
私はこれを安心の香りと名付けておりまして、フライトちょっと不安になったりする時もあるし、バタバタしてちょっとストレスな時とかもあるし、あとは旅先で心がちょっと落ち着かない時とかにもすごいおすすめの、アイテムでございます。次もメンタルケア。こちらです。レスキューレメディ。これもね、皆さん知ってる人が多いと思うんですけど、フラワーエッセンスでございまして、これも不安になった時とか、ちょっとなんか体調が優れないなとか、そういう時のために、私は旅に必ず持って行ってます。フライトでストレスがかかることも多いので、私は機内に持ち込んでるんですけど、これは他のフラワーエッセンスに比べてめちゃくちゃ飲みやすい味なので、それもすごくおすすめです。コスメはこんぐらいのポーチに入れていて、毎回ちょっとディナー行く時とかにおしゃれしたい、しっかりメイクしたいみたいな感じでバッチリメイクのアイテムを持って行ってたんですけど、ほぼ使わないで帰ってくることが非常に多くなってきたのでもういいかなと思って、今回はすっごい潔いラインナップにしました。しかもバリで暑かったからそんなにメイクすることないかなと思って、結構ミニマムな内容になってます。まずはこちら、私の大好きなボビー・ブラウンのアイブロウペンシルでございます。これ何がいいって、めっちゃ描きやすい。すごい柔らかすぎないの、でもなんか程よい硬さの芯で、しかもめっちゃ細いの。極細なの。だから細かいコントロールも効くし、こっちにスクリューブラシがついてるので、1本持ってったらもうこれで解決みたいな感じです。で、私はこのね、黒がね、あるの。黒あんまりないじゃないですか。こういう、いやー見えない。もう相変わらず下手くそなの、これ見せるの。もう一回ちょっとやらして。イエス。こういう感じのすごい細くて、しかもちゃんと黒、あったかトーンとかじゃなくてちゃんと黒のペンシルなので、私みたいな黒の眉毛の人にすっごくおすすめです。次も眉毛です。もうずっと押してます。このケイトのマスカラ。これは本当はまつげのマスカラなんですけど、眉毛に塗るのが私は好きで、クリアブラックっていう色なんですけど、こういうコーム状になっております。ちょっと眉毛が20% 増しぐらいになった感じの、この一本一本をコーティングしてくれるから、クリアブラックがこの色がついて眉毛がしっかりした感じになるのもいいし、あとはしっかりセットしてくれるマスカラなので、ちょっとパツッとパリッとしてくれる、そのこうキープ力みたいなのもすごい好きだし、あとは、マスカラ塗りたくなったらこれ同じやつでいけるし、マスカラとしてもとっても優秀なマスカラです。こうツヤ感があるので、こううるっとした目元になってくれてすごくおすすめです。次がこちら、トム・フォードの、ソレイユ・ネージュブラッシュハイライトデュオ。言えないかなと思った。なんかこんな感じです。このチーク、危ない。このチークとハイライトが一緒になってるデュオでございまして、これすっごい色味が好きなので、暑いからさ、ほらパウダーいっぱい塗ったりとかするよりも、こう練りのものの方が肌なじみがいいし、あとは練りのものだとこうちょっとつけたら透明感がある軽い感じの発色、重ねたらしっかり発色していってくれるみたいなコントロールのしやすさもあるし、すごくこのアイテムは好きです。で、この 1個で済むところもすごく気に入ってます。で、ハイライトはビガンっていう感じじゃなくて、ほんのりなんかこなれ感のあるツヤ感っていう感じで、それもすごく好きです。で、今回私ファンデーションを持ってかなかったので、その素肌に馴染みやすさみたいなところも重視してこのアイテムを持っていきました。続きましてはこちら、私の YouTube で何度も登場しております大人気のアイテムだと思うんですけど、サマーフライデーズのグロスです。めっちゃいろんなとこで見るんで知ってる人も多いと思うんですけど、しっかり発色してくれるこのグロス、すごいね、パチって色がついてるんです。じゃん、こんな感じのしっかりしたグロスです。さって塗っただけで結構ちゃんとリップ塗ったみたいな感じの印象になるので、それもすごい気に入ってるし、このこのフォーマットなので、すごく簡単に塗れるっていうのもいいし、めちゃくちゃ気に入ってます。これ多分もう一回
買うと思う。次がこちら、はい、バーバリーのリップです。これも最近すっごい気に入っているリップでございまして、今日塗ってるリップはこのバーバリーのリップです。で、私アイメイク類とかも持ってかなかったし、ファンデーションも持ってかなかったから、リップをちゃんとした感じにすると、こうちょっとしっかり感、赤みがあるリップとかだと肌をトーンアップさせてくれる効果があるので、それでこうちょっと顔がちゃんとするみたいな感じで、こっちのグロスはまあカジュアルな感じで、機内持ち込みに持っていったこっちはまあ普段使いな感じで、これはちょっとディナーとか行く時とかしっかり目に見えるような感じのシチュエーションで塗るリップです。色味としてはまあ塗ってるから見てわかるよって感じかもしれないんですけど、うるっとした感じがね結構あるの。発色すごいいいんだけどツヤツヤってしてるリップで、そこはすごい気に入ってるんですけど、まあ一塗りでこれぐらいの発色が出ます。で、塗り心地もすっごくいいで、唇乾燥してこないし、めちゃくちゃおすすめの、はい、リップです。次がスキンケア、ボディケア、サプリでございます。この大容量のバッグめっちゃ気に入っていて、旅必ずこれ持ってってるんですけど、ビューティーアイテムはこれドランクエレファントのノベルティでもう売ってくれないかなって思うぐらい、売ってるかな、ちょっと見てみよう。すっごい気に入ってるやつなんですけど、これ何がいいって、ここがねこうやって、ちょっと待って、こうやって開くんです。で、こんなにいっぱい入るし、あとここクリアなんで、それもすごく気に入っております。じゃあ早速中身に行きたいと思います。まずはこちら、はい、シートマスクです。バリの Vlog でも紹介したんですけど、今このシートマスクが一番好き。これ韓国のやつなんですけど、もうねめちゃいい。バリの Vlog 見てくれた方は知ってると思うんですけど、この薄さ、密着度が本当に最高。プルプルのジェルタイプじゃないのに、こんなに普通のシートマスクタイプで密着するのっていうぐらい密着してくれて、肌プリップリにしてくれます。もう大好きです、このシートマスク。続きましてがこちら、はい、ファミュのシートマスクです。このチャンネルではおなじみです。もうずーっと私はこれを使ってるんですけど、信頼しかないっていう感じのシートマスクです。で、これはプルプルタイプのシートマスクで、すっごい保湿してくれるし、つけ心地も気持ちいいし、あといろんな肌のお悩みに合わせたタイプがあるので、それもいいなと思うし、とにかくすごく好きでございます。もう一回エステ行ったぐらいの肌にしてくれるので、長いフライトの後とかは本当にいいと思います。こちら、はい、これがアムリターラの化粧水でございます。今回ホワイトバーチのやつを持ってったんですけど、日差しがすごい強いということで乾燥するなと思って、ホワイトバーチをチョイスしました。で、スキンケアに関しては旅に持っていくはもう信頼第一、なんか新しいアイテムとかトライしたくない。もうとにかく絶対間違いないアイテムっていうのを毎回持っていくようにしていて、それで化粧水はこのアムリダーラにしました。もうすっごい化粧水だけで保湿してくれるし、あと変なもの入ってないし、安心だし、もうずーっと愛用している白樺の、はい、ホワイトバーチの化粧水でございます。乾燥肌で悩んでいる方、乾燥による毛穴で悩んでいる方、とってもおすすめでございます。次がこちら、はい、これもねアムリターラ、まあ信頼第一なんで、スキンケアに関しては旅の、これはモリンガシードオイルセラムっていうやつで、すごいこっくりしたオイルです。もうとにかく乾燥するなと思って、肌がでダメージもあるだろうなと思って、こうちょっとこう修復してくれるようなニュアンスがあるものもがいいなと思って、今回これを選びました。すごい保湿してくれます。ちょっとだけでめっちゃ保湿してくれるので、このサイズでも旅で全然使い切れない。3週間ぐらいいたんですけど、帰ってきてからも今ずっと使っているオイルで、すっごい好き。夏はあんまりベタベタしたスキンケア使いたくないっていう人も多いと思うんですけど、ベタベタするわけじゃないんだけど、結構こっくりしていて、やっぱりさ、日焼け止め、日差しで肌へのダメージがすごいあるから、ちゃんと優しくしてあげたいっていう時に、はい、私はこれを選んでます。冬のめっちゃ乾燥してる時とかもすごくいいです。次がこちら、はい、ダムダムのもちもちクリームです。大好き、これ。大好き。もう何個使ったかわかんないぐらいのアイテムなんですけど、めっちゃいいです。もう名前の通り肌がもちもちになってくれるクリームで、もうちょっとつけただけですっごい肌保湿してくれるし、ツヤ感も出てくれるし、肌がふっくらしてくれて、すごくいいです。もう使ったことないっていう方はぜひ一回使ってみてもらいたい
クリームでございます。続きましてがこちら。はい。クレンジングバームでございます。で、今回お化粧をほとんどしなかったし、ファンデーションも持ってかなかったんですけど、何せ日焼け止めをしっかり毎日塗ることになるから、それはちゃんと丁寧にオフして、肌に優しくしてあげたいなっていうことでクレンジングバームを持っていきました。で、これナナナチュラルのクレンジングバームなんですけど、めっちゃいい。すっごい好き。旅だったので、この持ち運びしやすいパッケージっていうのがまず嬉しくて、この缶のやつなんですけど、こうやってひねるタイプです。で、バームなので液体じゃないから、それも安心だし、こういう感じの、バームです。すっごいいい香りするの。もうこの香り、大好き。バームなので優しく汚れを落としてくれる感じなんですけど、余計なものはちゃんとオフしながら、でも肌にとって大事なものは奪っていかない。優しくオフ。で、保湿しながらオフみたいな感じのテクスチャーですっごい好みでした。乾燥肌の人にもすごくいいと思うし、旅にはこの本当にパッケージがもうたまらなく最高でございました。続きましてがこちら。これも同じく缶に入ってるんですけど、ポロロッカの洗顔です。で、これ中開けるとね、すっごい綺麗な色した石鹸が入っていて、じゃん。ブルーの石鹸でございます。で、香りも洗い心地も爽やかな感じの石鹸で、今回2人で旅行したんですけど、チューブタイプのちっちゃいやつだと、朝晩2人で顔洗ってもしかして間に合わないかも、足りなくなっちゃうかもって思ってて、で、このポロロッカの石鹸があったので、これ絶対いいじゃん、これにしようと思って今回持ってきました。線もすごい気に入っている洗顔でございます。続きましてがこちら。もうおなじみですね。アルジタルのグリーンクレーペーストでございます。このサイズもあるんですけど、今回はこのサイズを持っていきました。飛行機乗った後の肌のざらつきにもいいし、あと日焼け止めをやっぱり繰り返し何度も塗っていると肌へのダメージが結構私は感じるタイプで、毛穴の開きとかも気になってきちゃう感じなんですけど、この子を定期的に旅の間も入れてあげることによって肌の状態をキープするっていう意味で今回これを持ってきました。あとはニキビのできた時とかにもすごくいいし、旅の間これが1本あるとすごい安心かなっていうお守り感覚のアイテムです。続きましてがこちら。顔用の日焼け止め、今回はディオールにしました。普段はね、オーストラリアで買ったやつを使ってるんですけど、これ UV シールドっていう名前で、バリの日差し本当に冗談にならないぐらいすごく強いので、しっかりとした日焼け止めを顔には塗ろうということで今回これにしました。で、これが SPF50 プラス PA プラス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 ということで、がっちり守ってくれる日焼け止めでございます。テクスチャーもすごい伸びが良くて気持ちいいし、つけ心地も楽ちんだし、白くならないし、すごくおすすめの、日焼け止めでございます。外にいる時間が長い時とかは東京でもこれを使っております。まずは大事な日焼け止めです。ダラン。すごいじゃん、使用感。愛しすぎじゃん、ヘビロテしすぎじゃんっていう感じかもしれないんですけど、これがチャンターチャームの UV ミルクっていう日焼け止めで、私はこれを体にいつも使ってるんですけど、すごい好きな日焼け止めです。で、何が好きかってテクスチャーがすごい好きで、肌を潤わしてくれる、保湿してくれるテクスチャーと、あと塗り心地も気持ちがいいし、肌にツヤ感出してくれるところも可愛いなと思うし、この SPF50 プラス PA プラスプラスっていうちゃんとした日焼け止めでありながら、石鹸で落ちてくれるんですよ。これ強い日焼け止めってさ、シャワー浴びた後もなんか残ってるなっていう感じが私すっごい苦手なんですけど、気持ち悪くて。でもこれはそんなことなくて石鹸で落ちるし、でノンケミカル処方で子供にも使えるし、この大容量なので家族で使うのにもすごいおすすめだし、あとこの蓋がついてくるのでね、旅先にもすごく使いやすいかなと思います。続きましてがこちら。ナリンのボディミストでございまして、これミルキーボディミストっていう名前なんですけど、保湿力がすっごい高いミストで、私普段ボディクリーム塗るのとかめんどくさくて毎日できないタイプなんですけど、さすがにバリの日差しの乾燥はやばいでしょっていうことで今回これを持ってきました。ミストなんでシュッシュってしてパパパって塗れる感じの手軽さがすごく好きだし、あと香りもとってもよくって、これはね結構甘い感じの、いやそんなこと
夏夏っぽい、ちょっとフェミニンな夏っぽい感じの香りです。あ、そうだったそうだった、こういう香りだった。私これすごい好きな香りです。でこれ蓋もついてるんで旅先でも安心だし、この手軽さが何よりとってもおすすめでございます。続きましてがこちら、デオドラントです。私このデオドラントすっごい好きで、基本的には普段スティックタイプのものを必ず私は使っているんですけど、スティックタイプのやつってさ、なんか塗り心地がなんていうの、ちょっと硬いというか、言ってしまえばマットのリップを塗ってるような引っかかり感だったり塗り感だったりすると思うんですよ。だけどこのデオドラントはリップクリームを塗ってるかのようなスルスルとした塗り心地ですごい好きで、変なもの入ってないし香りもいいし、こういうクリアのタイプなんですけど、割と大きめの感じなのでさっさっていけるのもいいし、すごく好きです、このデオドラント。続きましてがこちら、バスソルトです。でこれエンリアのバスソルトなんですけど、私エンリアのボディケアの香りが本当に好きなんです。もう極上の癒しっていう感じの香りがして、ボディセラムとかハンドセラムとかもあるんですけど、同じ香りなんだけど、もう今回泊まったホテルはバスタブがあるところが多かったので、お風呂グッズ持ってこうっていうことでまっすぐこれを選びました。で旅先で使って帰ってきたんですけど、これ見せるように別のやつを用意したのですが、めっちゃいい香りです。もう本当に自分甘やかしたいっていう時はこのバスソルトを私は選んでいます。次がこちら、オイルたちなんですけど、さっき顔のオイル紹介したんだけど、顔はスキンケアで入れたいなと思って別にしたんだけど、あれもこうグリッとここに入れるようにしてます。瓶のものに関してはこれノベルティのものなんですけど、ちょっとこういうクッション性がある入れ物を瓶のものには選んで持って行っております。まずはこちら、ヘアオイルでございます。でこれ私の髪を切ってくれるとってもおしゃれな早紀江さんっていう方がいるんですけど、とってもおしゃれな早紀江さんが作ってるとってもおしゃれなヘアオイルでございまして、テクスチャーがおしゃれ、なんかつけるだけで髪がいい感じになっておしゃれなんです。何がどうなってそうなってるのかは全然わからないですけど、毎回使うたんびにすごいなこのオイルって思っております。これ私髪の毛を洗って濡れた髪につけてドライヤーして乾かしてる使い方と、あとは乾いた髪にチャチャチャって塗ってちょっとテクスチャー出したりとかするようなヘアオイルを使っております。もうほんとなくなっちゃいそうなんだけど、普段からこれを使っております。次がこちら、レミオのカレンデュラオイルでございます。でこれは私虫刺されがすっごい反応しちゃうんですよ。蚊に刺されただけですごい腫れちゃうし真っ赤になっちゃって後になっちゃうんですけど、このオイルを塗っとくと後が心配がないっていう。であとなんか湿疹が出た時にもすごくいいし、私謎の湿疹が出て本当に体中すごいことになったんですけど、これを塗ったら本当に15分で綺麗になくなりました。もうめちゃくちゃ信頼しているオイルでございます。で次がこちら、シゲタのオイルでございます。毎回シゲタのオイル何かしら持って行ってるんですけど、旅先にはいろんな種類があっていろんな香りを持ってるのですが、今回はフリーミーにしました。長い旅で移動も結構多かったので、なんか体の凝りこわばりとかにアプローチしてくれるようなタイプのオイルに今回しました。これは普通にこう首元に塗ったりとか、あとお風呂に入れたりとかして私は使ってるんですけど、香りもめちゃくちゃいいので、ちょっとリフレッシュしたい時とかにもペッて塗ってこうでやったりとかしてます。これもお守りコスメ的な感じで愛用しております。続きましてがこちら、香水でございます。これバイレードのジプシーウォーターっていう香水なんですけど、ちょっと逆に見えづらいオイルタイプになってます。大きいのは普通に香水のタイプなんですけど、このちっちゃいのはフレグランスオイルって言ってこっくりとしたオイルになってます。で旅先香水持ってく時迷う人多いんじゃないかなと思うんですけど、私は大きいの持ってくのがちょっと苦手で場所も取るし、だけどこういうちっちゃいタイプだったらいいなということでこれを持って行っております。みんなね、知ってる大人気の香りなので説明いらないかもっていうぐらいだと思うんですけど、私この香りすっごい好きで、もう何回嗅いでもさ本当にいい香りだなと思うわけですよ。これちょっと甘さがありながらもセクシーなんだけどちょっとマスキリンな感じでフェミニンすぎないし、こうミステリアスな感じもあってすっごい好きな香り、もう大好き、もう何年も好きですこの香り。で次がこちら、ミニブラシです
可愛くないですか？これアロマティカのミニブラシなんですけど、これすっごいちょうどよかった。髪が伸びてきたので、さすがにブラッシングしないといけない時とかも出てきて、でバリ湿度高いのでテンパがバンバンってなってくるから、このブラシを持ってきました。ミニサイズでありながら、しかもちゃんとブラシっていうのもとても好きです。で次がこちら、歯ブラシです。日本のホテルって歯ブラシと歯磨き粉が基本的にあるところがほとんどだと思うんですけど、海外のホテルでは置いてるところが少なかったりもして、旅に行くときは必ず自分の歯ブラシ、歯磨き粉を持っていくようにしております。で普段家では竹の歯ブラシを使ってるんですけど、旅先ではどうしてもやっぱり乾きが遅いので、荷物に入れる回数も多いし、ちょっと半乾きみたいになるのが嫌だなっていうことで、旅先ではプラスチックの普通の歯ブラシを使っております。でこれ歯磨き粉、これホテルに泊まった時にあった歯磨き粉を持ってきておりまして、このサイズめっちゃいいなっていうことで、これを持っていきました。次がこちら、デンタルフロスでございます。ビューリーのおしゃれデンタルフロス、めっちゃ好き。このデンタルフロスだって可愛いもん。気分上がりません？こんなデンタルフロス気分めっちゃ上がるじゃないですか。もう私大好きなんです。これサイズもちっちゃくていいし、あとはミントの味がしっかり割とついていて、フロスした後の気持ちよさもすごくあるし、とってもおすすめでございます。サプリは普段飲んでるものをしっかり持ってったっていう感じなんだけど、一個だけ違うものがありまして、それがこちらです。せいろがん。バリベリーって知ってますか？バリバラ。食当たりなんですけど、平たく言ったら、それになる人がすごい多いっていうことで、ちょっと怖いから持ってこいですよっていうことで、持っていきました。でもありがたいことに我々ならなかったので、この出番はなかったんですけど、持ってるっていうだけで安心感もあって、バリに限らず、現地でお腹を壊したりすることあると思うので、もうこういうの1個持っていくといいかなと、思います。次がこちら。もうおなじみですね。これもリポ C のビタミン C と D の一緒のやつです。今回こっちを持っていきました。リポソーム化されてるビタミン C、D のシリーズなので、効きが全然違うっていうのと、普段からこれをすごい飲んでいて、旅先体調をね、崩しがちだったり、疲れがちだったりするので、こういう C と D が入ってるやつが体元気にしてくれていいのかなと思います。続きましてがこちら。おなじみですね。パイナップル酵素でございます。旅先ではやっぱり美味しいものが食べたいなっていうことで、普段よりもちょっとアグレッシブな食事をとる人多いんじゃないかなと思うんですけど、私もそうで、食べ過ぎちゃったとか、普段よりもすごい重たいものいっぱい食べたっていう時に、私はこれを食後に、飲んでおります。これすっごいシンプルで、パイナップルしか入ってないんですけど、変なものが入ってないのもいいし、あとすっごい味が美味しくて、なんかパイナップルキャンディーみたいな感じの味でとってもおすすめです。東京でもお肉いっぱい食べた後とか、あと本当に今日すごい食べたなっていう時とかに取り入れてます。酵素つながりでこちら、これもおなじみですね。美人研究所の、酵素のペーストでございます。これはペースト状、さっきはパウダー状で、甘酸っぱい感じの味で、私はすごい好きでおやつ感覚でペロッといってるんですけど、さっきも話したように食生活がすごい旅先では変わると思うので、腸内環境をケアしてあげるっていう意味で、私はこのペーストをいつも持ってっております。であと疲れた時とか風邪ひきそうな時とかにもこれすごい助けてくれるので、旅先ですごい重宝するアイテムです。次がこちら、NMN でございます。これ難しくていつも言うとき緊張するんだけど、私はこれを毎日飲んでいて、旅にも持っていきました。ピルケースに入れて持ってたんですけど、みんなパッケージ見たいかなということで今これを出しております。NMN はどれぐらい飲んでるかは 3,4 年ぐらい飲んでると思うんですけど、結構いろんなリサーチをして良さそうなやつをいくつか試していて、今はこれを飲んでいます。これもさっきのビタミン C と同じで、コーティングしてるやつとしてないやつみたいなのがあって、してるやつは吸収率が高いからちょっと割高なんですよ。でもしてなくても別に変わんないみたいな説もあって、今回してないやつを選んでおります。なのでしてるやつよりもちょっと割安です。毎日 500mg 取るようにしていて、で効果として自分が感じているのは、体の全体的な底上げみたいな、疲れにくくなったりとか、あと肌にちょっと違いを感じるようになったりとか、メンタルに違いを感じるようになったりとか、効果に関しては人それぞれだと思うんですけど、今ずっと飲んでいて調子がいいなと思ってるので続けております。でこういうサプリ
でどんだけいいサプリを飲んだとしても体に吸収されなかったら意味がなくて効果を全然感じづらいと思うんですよ。なので腸内環境がすごい大事だなと思っていて、腸内環境改善として私はこのサプリをずっと飲んでおります。毎朝一粒ポンって飲んでるんですけど、前にもアイハーブの購入品みたいなので紹介したこともあると思うんですけど、やっぱりさ、腸内環境ってすごく肌にもメンタルにも影響が強くって大事なケアするポイントだと思ってるんですけど、食べ物でやっぱりね、改善できるのがいいと思うんですけど、とは言いつつみんな忙しいし、いろいろ考えるの大変だし、いろんなものを食べるのも大変な時があると思うし、こういうプロバイオティクスでこうね、効率よくケアしてあげるっていう方法も私は賛成です。食べ物で本当はやりたいんだよ。だけどこういうのを取り入れることによって自分的にも安心だったりするし、他にも例えば白砂糖をあんまり取らないとか添加物を控えるとかっていう腸内環境改善方法もあると思うから、いろんなアプローチをする中でこういうサプリが1個あるといいなって私は思ってるので、これ毎日撮ってます。はい、こちらでスーツケースの中身美容編以上となります。かなりのアイテム数だったのでちょっと長いビデオになったんじゃないかなとは思ってるんですけれども、今回最初にも言ったように旅に持っていくぐらい信頼しているアイテムたちなので、普段からヘビロテしてるアイテムも多いし、あと皆様に自信を持っておすすめできるアイテムたちなので、もし気になるアイテムがあった方はいつも通り下にリンク貼っておくので、そちらチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオまで。またね。